メデコです。こんにちは。あいにく外は雨模様です。こんな日、家の中でどうやって過ごしますか？今回は最近気に入っているこのシガレットクッキーを作った時の動画です。これラングドシャを焦がしすぎちゃったわけじゃないですよ。日本でシガレットクッキーというとラングドシャを丸めたものを思い浮かべる方が多いかもしれないんですが、材料こそ同じなんだけども、今回のはキャラメライズの香ばしさとサクサクっとした食感のお菓子になります。同じ材料でも配合を変えるだけで全く別の魅力のあるお菓子が出来上がる、お菓子作りの面白いところですね。この動画では丸めてシガレットクッキーにしているんですけども、熱いうちに好きなように成形できるので、それも面白いところだと思います。このお菓子も身近な材料で作ることができて、その上とっても美味しいので、ぜひ作ってみてくださいね。では材料ですが、まず室温の無塩バター 100g、 それから卵白を1個分、M サイズか S サイズぐらいがいいと思います。それから小麦粉 65g、 これはふるってあります。でグラニュー糖が 90g、 最後に塩を1つまみ用意してますけども、有塩バターを使う場合にはなくていいと思います。材料は以上です。では作っていきます。まずはじめにバターをクリーム状にします。でこの時は普通のバターと発酵バターを半々ぐらいの割合で使っています。発酵風味が苦手でなければ発酵バターも混ぜるとよりバターの香りが引き立って美味しいんじゃないかなと思います。続いてバターが柔らかくなったところで砂糖を3回に分けて混ぜながら加えていきます。でこのお菓子はご覧の通りバターの配合が多いので、いろんなメーカーのバターを使ってみると風味の違いがそれぞれ分かって面白いかもしれないですね。で残りの砂糖を入れたタイミングで一緒に塩も入れてしまいます。続いて砂糖と塩が混ざったところで小麦粉も3回ぐらいに分けて混ぜていきます。最後に卵白を加えて混ぜていきます。卵白は加える前にフォークで軽く溶いておくとなじみやすくなります。この日は気温が23度ぐらいで、このスパチュラが作業しやすかったですね。ホイッパーも用意しておいて、その時によって使いやすい道具で混ぜちゃってます。
生地が出来上がりました。でこのまますぐに焼くこともできるんですが、一晩冷蔵庫で寝かします。その方が生地がよく馴染んで味が良くなると思うのと、それと焼いた時の焼き色がきれいに均一になります。はい、冷蔵庫で一晩寝かした生地を作業の10分前ぐらいに出しておきます。それからオーブンを200度で予熱しておきます。あとはもうこんな感じでパーチメントシートとかに生地をなるべく薄く伸ばしていきます。この時ちょうどパンを焼くのにずっと以前から欲しかったシルパッド、このマットを買ってあったので、途中でそれに変えてみたらもう作業が圧倒的にしやすくなって感動しました。今時は持ってらっしゃる方珍しくないんじゃないかなと思うんですが、もしあったらこっちの方が断然作業がしやすいです。それから生地を伸ばす時に、暖かい時期は特にだんだん生地が緩くなってきて作業がしにくくなります。その時は一旦中断して冷蔵庫で冷やすといいです。オーブンの焼く時間は5分が目安です。使うオーブンの火力にもよると思いますが、私は真ん中の段で焼いています。焼いた後に形を作る場合にはオーブンから出してすぐに成形します。ちょっと一服ってのんびりしてたりとか、あとは温度の低い場所に置いたりするともうてきめんに生地が冷えて硬くなっちゃいます。で逆に生地を伸ばすときはなるべく温度が低い場所が理想的です。これが熱い天板が置いてあったところで作業をしようとするとすぐに生地が溶けてきてしまいます。なので作業スペースによっては少し工夫が必要になるかもしれないですね。この成形をするところって一番面白いプロセスかなって思うんですけど、たまたま菜箸を横に置いて3つまとめて試してみたら意外とうまくいって、それからこんな感じで丸めて作ってます。でこれは好みにもよると思うんですが、巻くときはあんまり硬くぎゅうぎゅうに巻くよりも軽めに巻いた方が層ができて食感がいいようです。ただ巻くとき天板も生地もめちゃくちゃ熱いのでやけどには十分気をつけてくださいね。手近にあるいろんなものを使って試しに巻いたりしてみてるんですけど、意外と丸めやすいのがこのナイフとフォークです。お菓子屋さんはこれをいろんな形にしてデコレーションに使ったりするんだと思うんですが、家でも例えばちょっと凝ったものでレース状のリングを作ろうと思ったらば、身近な道具でいくらでもやり方があるんじゃないかなと思います。そうでなくても失敗作をパリパリ割ってトライフルとかチョコレートに入れたりとか、これからの季節はアイスクリームに入れるのは定番ですかね。とにかくいろんな使い方ができるので、お菓子としてだけでも十分美味しいんだけども、素材としてもとっても面白い題材なんじゃないかなと思います。最後に保存に関してなんですけど、焼いた当日は完全に冷ました後でもともするとちょっと脂っこいような湿ったような状態の時もあります。でこれあれ失敗かなって思うんですけど、密閉容器に入れておくと、あら不思議、次の日ちゃんとパリパリになってるので心配ないです。動画の始まりに出てくる密閉容器に入れて保存することが多いんですが、1週間は乾燥剤を入れなくてもパリパリで食べることができてます。1週間以上はあることがないのでそれ以上はわからないんですが、湿度とか保存状態にもよるかもしれないので、シリカゲルとかの乾燥剤を入れておくと間違いないですね。ということで今回はシガレットクッキーでした。最後までご覧いただいてありがとうございます。またお会いしましょう。